こんにちは。32歳、三重県の山奥でウコッケイを室内で4羽飼っています。田口恵美香です。室内で飼ってるって、相当驚かれるんですけど、どんな風にして飼っているのかというと、一羽一羽におむつを履かせて室内で飼っています。だから、夜寝る時も一緒に寝ていますし、部屋の中で、一応ケージはあるんですけど、放し飼いの状態です。外で日向ぼっこをさせてるんですけど、こんな感じで、ママ、中に入れてって、部屋飼いしてるので家の中が好きすぎて、今訴えかけています。部屋の中入りたいの。もうちょっとさ、せっかく天気いいからさ、日向ぼっこしたらね。もうちょっとな。したらいいよ。はい。今日はウコッケイを買うようになったきっかけをお話ししていこうと思います。ですね、きっかけはズバリ、千正夫さんでした。というのも、私は今は整体師の仕事を三重県でやってるんですけど、もともとはラジオのパーソナリティを名古屋でやってました。で、テレビの世界にもチャレンジしたいと思って、名古屋の大きなラジオ局だったんですけど、思い切って辞めてですね、東京のフリーアナウンサー事務所を受けて、フリーアナウンサー事務所に合格することができました。それで、なんだかんだいろいろとオーディションを受けてですね、で、喋り方も勉強して、発声練習もたくさん学んで、フリーアナウンサーの仕事だけで食べていけるようになったんですけど、そこで、なんていうか、個性を押し殺しなさいというふうに社長にたくさん言われていました。フリーアナウンサーって言ったら、しっかりと物事を伝えるだけでね、いいって言ったら批判が来るかもしれないけれども、物事を伝える仕事なので、そこまでの個性は求めてないよって。だから、私自身、どちらかといえば個性的な方らしいので、自分ではあんまり個性的だなとは思わないんですけど、なので、フリーアナウンサー事務所に入って、かなりですね、息が苦しい状態でした。で、私がその時に事務所の社長に、詳しくまた話すんですけど、下ネタの歌を歌ってしまったんですね。やっぱりストレスって溜まっちゃうと、下ネタの方に行きませんか？行かないかな？どうかな？私はもう行っちゃったんです。で、男性の下半身をテーマにした歌を作って、社長の前で歌ったらアナウンサー事務所をクビになりました。それで救ってくれたのが、ババンババンバンバンでおなじみのドリフターズの中本浩二さんご夫妻でした。で、その二人に救ってもらって、まるで家族かのように、なところパチンコ連れてってもらったりとか、夕ご飯連れて行ってもらったり、一緒に働かせてもらったり、フリーアナウンサーとはかけ離れた生活を送っていたんですが、その時に、中本浩二さんと千正夫さんが一緒にライブをする時があったんですね。その当時はカラスを飼いたかったんですよ。多分これ、鳥が好きな方で、今私の YouTube 見てくれてる方は、私もカラス飼いたいって思ってたことあるわ、とか、今保護してますとか、いらっしゃると思うんですけど、私当時カラスが飼いたかったんです。なんでカラスが飼いたかったのかって言ったら、カラスってすごく黒くって、バサバサしていて、怖そうで、よくディズニーのアニメなんかにも悪者の横にいるね、イメージがありますよね。つまりカラスって言ったら襲ってきそうだなとか、怖いイメージがあると思うんですけど、でもカラスって本当は繁殖期シーズンは別なんですけど、人間と目が合うだけで逃げていく、かなり臆病な動物なんですね。なので、そのカラスのその生態を知った時に、あんなに
に強そうにしていて、でも実は臆病なんだなって。やっぱり強そうにしていること、自分自身を強そうに見せることっていうのもその人の強さなんじゃないかなと、カラスからすごく私は哲学を学びまして、そのカラスの持った性質から、カラスのお尻のシルエットであったりだとか、カラスの鳴き声が意外と人間の声と周波数が似てるとことか、ちょっとカラスの話多くなっちゃいましたけど、カラスが当時飼いたかったんです。で、中本浩二さんに、カラス飼いたいですって私話をしてたんですね。そしたら、それを千正夫さんに中本浩二さんが言ってくれたんです。で、カラスが飼いたい子がいるんだったら、うちのウコッケイをあげるよ。ということで、千正夫さんの家にはですね、15話から17話ぐらい、ウコッケイだけじゃないんですけど、様々なインコ、オウムだとか種類のね、鳥がいまして、そのうちのウコッケイを、1話いただくことになりました。当時は、カラス飼いたかったのに、ウコッケイ？いや、興味ないな、とか思ってたんですけど、でも、さすがに、大御所なので、千正夫さんは。なので、ちょっと断るのもなぁと思って、で、千正夫さんが2019年の12月24日に、今でも覚えてます。クリスマスプレゼントだよって言って、1話目のウコッケイのトムくんを持ってきてくれました。初めの印象は、クリスマスイブにチキン持ってくるって、これ食べろってこと？それとも何？プレゼント？何ですかこれ？愛玩動物として飼ってほしいってこと？って悩みましたけど、後者でした。このトムくんを可愛がってあげてねっていただいたんです。で、その時にも、おむつの交換の仕方だとか、ご飯のあげ方とか、可愛がり方とか、ほんと短時間で30分ぐらいで、バーって千正夫さんから、ウコッケイの飼い方講座を学んでですね、ウコッケイを室内で飼い始めるという日々が、2019年12月24日にスタートしました。ウコッケイ。初めの印象としては、目に感情がないように見える。例えばね、この子、トミーくんなんですけど、なんかこう、そんなに、なんか、こう目に感情を感じなくないですか？犬や猫とかってもうちょっとこう、真顔じゃないと思うんですよ。ウコッケイって基本真顔なんです。でも、こんなトミーくんも、こう撫でてあげればね。嬉しいね。こう甘えてくるんですよ、すごく。今、私に寄り添って、すごく甘えています。この時の目、見てください。全然さっきと違うの分かります？ママーって撫でてあげるとトローンとしますよね。このウコッケイの普段の真顔と甘える時のギャップのこの目に私は一番に惚れ込みました。トミくんかわいいね。はい、遊んでおいで。ウコッケイ。今、コケコッココケコッコって言ってますけど、それ以外にも、キューって寝る前には甘えた声を出したりだとか、あとは、機嫌が悪い時には、っていう声を出したり、本当に鶏の声って30通り以上種類があるんです。これ意外でしたね。なので、鶏ってただの感情のない、言ったら肉になる生き物でしょって思っていた私の固定概念が、こうウコッケイの1話目のトムくんを飼うことによってすごく覆されました。そのウコッケイのギャップの魅力に私はハマってしまいまして、ウコッケイなしでは生活できなくなってしまいました。
うこっけ。フリーアナウンサー事務所をクビになった後にも、フリーで仕事はいただくことはあったんです。つまり、事務所を通さずに、こんなお仕事どうですかとかって言って、たくさんありがたいことにお仕事をいただいていたんですけど、でも、うこっけをどこにでも連れて行く日々じゃないと、うこっけのことが心配で、赤ちゃんのようにいろんなところに連れて行ってました。だから、ナレーションの仕事の時にもうこっけを連れて行ってしまって、田口さんもう来ないでくださいって言われてしまったりだとか、ラジオ番組でお昼間の番組土日、3時間ずつ田口さんやってくれませんかって、ありがたいお話ですよ。もともとラジオのパーソナリティになりたくてこの世界に飛び込んだので。でもその番組ってうこっけいけます？うこっけかですかって聞いたら、絶対にいやうこっけは一緒にはブースには入れられませんって言われちゃうんですね。だったらもうその仕事を受けられませんって。うちうこっけのおむつ交換も1日に 2,3 回しないといけないし、うこっけの体調が悪くなったらすぐに気づいて病院に連れて行かないといけないし、うこっけなしでは仕事できないのでごめんなさいって仕事を断り続けていた結果、アナウンサーの仕事がゼロになりました。ゼロになって結局夜うこっけを寝かしつけてから行く定食屋に最終的に勤め始めていたんですけど、バイトをね。でも結局それだったら夜うこっけと一緒にいることはできないわけじゃないですか。だからうこっけと一緒にいるために仕事もリモートワークに変えようということで、喋りが少し得意だったのでライブ配信という媒体を知って、これいいなと思って、まずはライバーを目指しました。ライブ配信っていうのは見たことある方はわかるかもしれませんが、リスナーさんと、コメントなんかで会話したりとかして、こう投げ銭をいただいて、その投げ銭で生活をしていたんです。もうこれだと思って、うこっけと一緒に生活ができて、うこっけと共に働くことができる。もうとっても幸せな2年間でした。ライブ配信ももちろんいいんですけど、うこっけと向き合う時間をさらに長くしたいなっていう思いもあって、生態の勉強をしました。他にももちろん生態を始めた理由いっぱいあるんですけど、生態を勉強して、生態って60分だいたい6,000円なんですね、全国的に見て。で、60分6,000円、1日2人施術すれば、大体の日当は稼げるわけですね。それ以外は、うこっけとしっかり、今も日向ぼっこをさせてますけど、向き合ったり喋ったり大事にできる。で、うこっけの鳴き声も常に聞いて、うこっけの体調を伺っていたいので、うこっけの鳴き声が聞こえても違和感のないサロンを作ろう。ということで、即圧サロンうこっけという名前の生態のサロンを三重県の亀山市の山奥に作りました。私のうこっけ話、すごく長くなってしまいましたけど、うこっけ愛は伝わったのかなというふうに思います。今日はトークだけで、1本撮っちゃいましたけれども、うこっけの魅力をですね、このチャンネルでたくさん伝えていこうと思ってます。うこっけ好きなあなたももちろんチャンネル登録していただきたいんですが、うこっけ別に好きじゃないかもなっていう方もチャンネル登録してもらって。で、このチャンネルでは、うこっけだけに絞ってしまうと、どうしてもね、バリエーションが広がっていかないので、うこっけじゃないことも、私の日常をね、様々なことを発信していきたいと思ってます。ぜひ応援してもらえると嬉しいです。聞いてくれてありがとうございました。